確認になりましたけど、まだちょっと受付の方が来てるようなので、少し、待っていただいて始めたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。マイクのゲストです。こんにちは。今日はそうですね、聴演者っていう会社がありまして、皆さんご存知だと嬉しいんですけども、著者の方をお招きして、なんか夜少し気楽な気持ちで、お仕事の話、コンピューターの話を聞ける会を開きたいなということで、第1回目を今回開催することができました。アリゲルココンサルティング様と、TIS さんのご協力で、今回用意することができたと同時に、翻訳をしていただきました、榊原さん、榊原です。よろしくお願いします。ジャネットさんの大親友、平鍋さん。はい、平鍋です。よろしくお願いします。ジャネットさんに英語で、平鍋さんと榊原さんの言葉を伝えてくださる、翻訳者の一人の増田さん。増田です。よろしくお願いします。の、ご協力で今回開催させていただくことができました。ジャネットさん、ウェルカムジャパンありがとうございます。で、ちょっと開会にあたって、ちょっと硬くて恐縮なんですが、編集長の上野の方から一言、挨拶させていただければと思います。皆様、ようこそご来店いただきましてありがとうございます。カフェで挨拶のなんで、このエプロンの着方すらろくにわからないので、店長も手帳あるかとは思いますが、こんな調子で始めさせていただいて、できるだけ、広い学校で進んでいけばいいなと思っております。今日は本当に豪華なスピーカーの方々にお集まりいただくことができて、何よりも嬉しいなと思っております。それから最初に申し上げてしまうのなんですが、会場のご支援いただいた TIS さんに本当に感謝申し上げています。ではよろしくお願いいたします。じゃあ、アジャイルテストソフトウェアの未来という題して、トークショーを開催させていただきたいと思います。大きな拍手でお願いいたします。トークショーっていうことなんですけれども、事前に何の打ち合わせもなくですね、タイトルもですね、僕はアジャイルテストソフトウェアの未来かと思ったら、アジャイルテストソフトウェアの未来なんですね。全部3種類の未来があるということで、そうですね、ソフトウェアの未来っていう話をちょっとしようかと思いますけれども、皆さんソフトウェアの技術者の方だと思いますのでよくご存知だと思いますけれども、ソフトウェアってもうなしでは暮らしていけない、世の中ですよね。もう我々ソフトウェアなしでは生きていけない体になってしまいましたということで、今後どうなっていくかって考えた時に、ソフトウェアってどんどん見えない方向に進んでいくと思うんですよね。世の中であちこち、もう見えないところにソフトウェアがある。しかもキネクトなんか出てますけれども、モーションでいろんなことができるような世の中になってくると、もういろんなところでセンサーだとかカメラだとかそういったものが我々の動きを感知したり、人間の行動を予測したり、そういう世の中になってきて、どんどん、社会の中に浸透していって見えなくなって高度な暮らしができるようになる。でその反面開発者とかテストの、技術者の人たちってものすごく大変になると思うんですよ。もう見えない敵をどうやっつけるかっていうような、そういう、世界になってくると思いますけれども、そのためのいろんなアプローチが試されていくっていうような中になっていくと思うんですね。
で、今日ジャネットが、1日研修をしてくれたのかな、明日もいるんですか、アジャイルテスト、ジャネットの本はですね、アジャイルのそのプラクティスだけとか、テストのテクニックだけを書いてるんじゃなくて、その従来型のいろんな開発のやり方とかチーミングとかからどういうふうにこうアジャイルの世界に、トランスフォームしていくかっていうそういったことまでこう踏み込んで書いてる、かなりそのいい、本なんですね。でそういったことをどう進めていくかっていう話が僕は今日の中心になるのかなというふうに思っています。でそういう話をしたらもう平鍋さんの意見を聞かないわけにはいかないジャネットに先立って前座ということで僕はジャネットに多分2003年頃にアジャイルカンファレンスにユタ州で会った時にFirst met2003 までいたで彼女は実はそのアジャイルのテストの本を多分最初に書いてるんですけど彼女の本はアジャイルテストじゃないですよアジャイルテスティング right? Pardon? Your book is not agile test, it's about agile testing. Yes. だから僕はおそらく彼女の本はそのアジャイルテストというテストっていうね単にそのテストのことを言ってるんじゃなくてテスティングっていうそのアクティビティというか活動をフォーカスっていうかねそれをこう態度も含めてやってくれてるんじゃないかなと思うそのねその題名を選んだ理由をちょっと実は聞きたいなと思って彼女にちょっと言いたかったな。And this is very interesting. Just the experimentation of you asking me in Japanese, I'm getting interpreted, and replying. Testing is an activity, and I did hear Kenji say an activity. テスティングっていうのはね、その僕がテスティングって言ったことにちょっと彼女が反応してくれてるんですが。So, because testing is an activity that happens throughout, whether we're doing agile or waterfall projects, it makes it part of what we do to make software. テスティングは別にアジャイルであろうがね、ウォーターホールでもやるんであって、それはその活動としてそこに存在しますね、必ず。So, if we make testing part of it, part of everything we do, whether or not we're testing assumptions, testing ideas, testing what people think, what is our understanding of something. テスティングっていうのはその活動にわたって存在していて、別にその最終結果をテストするわけじゃなくて、アイディアもテストするんだろうし、いろんな全ての活動にテスティング everywhere ですね。Yeah, exactly. So we need to make it part of our everyday life. Testing is. That's what agile testing is about. だからそのテストがその日常の活動の一部なんだよっていうことがその彼女が言いたいことなんですね。You mean testing is nearly equal to evaluation? Yeah. So testing isn't just about the evaluation of something, or about the evaluation of a product. You know, if we're holding something in our hands, that's testing a product. But we can be involved so much earlier. 梶原さんがテスティングってやっぱり評価をすることなんですか、評価すること、その最終成果のプロダクトを手に取って評価することもあるんだけど、なんて言いましたっけ、そのもっと早い段階からね、テスティングっていう活動は存在してるんですよね。Okay. Go ahead. So I've been involved in quality for a long time. 品質という活動にずっと携わっていて、When I first learned, started in, I was a programmer, まず and 最 then I 初プロ moved, グラマーだった。 moved into quality assurance. で、クオリティ QA のチームに入って、Learned about quality, and everything I learned was from, everybody said from Deming, the Toyota デビ way. ングとかトヨタウェイとかみんな言うけど、 Quality started in Japan, 日本から始まったんだよね、品質っていうのは。right? We're very proud of Good. It should be. But when I was taught
quality. It was about testing, about inspection. 最初にクオリティについて教わった時は、インスペクションについて教わった。Yeah, so now in Agile, we want to build quality in. でもアジャイルではクオリティインしなきゃいけないですね。品質を作り込むっていうんですか、日本語で。なんていうんですかね。作り込むと言いますよね。つまりテストで品質を作るんじゃなくて、前段階から品質を作り込む。我々V 字の工程でよく習いますけど、最初の方の工程が品質の作り込む工程で、後ろの工程がその作り込んだ品質を保証する工程だという。build quality in っていうそうですね。Yeah, and I think in software, for years, we've not been building quality in. We've been trying to test it in. でもソフトウェアのはね、昔からというか、なかなかそのクオリティを前段階に入れる、つまりクオリティインってことができなくて、テストで保証するっていうふうにね、ずっと考えられる必要が長い。So if we start thinking about building the quality in from the beginning and work together, so instead of having programmers over here and testers over here and the business, well, they're somewhere else. だからね、プログラマーがここにいて、テスターがいて、でビジネスがどっかいると。そういうのじゃなくて、So let's bring them together. 一緒になることで、もっと早い段階からテストするものが増える。Let's all understand exactly what we're building, and make us all individuals that are accountable for what we're building. And I think that is really important. そのみんなで作っているものについて理解をするっていうことを最初からやることがすごく重要な。So in Agile, how many people here are practicing Agile in their company? じゃあここにいる人でどのくらいの人がアジャイルでやってる人がいますか？ Now you see. Okay. There's a few, some shy people. You know, Japanese are shy. I know. じゃあちょっと聞いてみましょうか。アジャイルっては言えないけど近い試みはやろうとしてるんですけど、多めに見たらアジャイルでもいいじゃんっていう人。多めに見たらいいっていう人。Would that be different? 俺はウォーターフォールしかやらない。Yeah, I think there's a lot of teams out there that are trying to be agile. There's a lot of teams that tried and then say it's too hard. アジャイルやってみようっていうチームもたくさんあって、やってみてやっぱ難しいなって思うチームもたくさんある。Yeah, so they stop or they go back to the old way. で、やめて昔のやり方に戻るっていうのもたくさん例としてはあるんです。One of the important things that I try to get across to people, to teach people, is that their mindset, their way of thinking has to change. 人に会って話をしたり、話をするのは考え方のマインドセットの話をします。And it's not only the testers, it's the programmers, it's the business, our product owners. We all have to be thinking, how do we make this work? テスターについてだけ考える、テスターが考えるだけじゃなくて、プログラマーの人も、それからビジネスオーナーというか、プロダクトオーナーにしても、どうやっていいアジャイルをするのか、いいものを作るのかということを考える必要がありますよね。Yeah, so testing, because it's been inspection for so many years. テストはね、もともとインスペクションだったんです、長い間。If we take those ideas, the questions we ask when we test software, if we take those questions and ask them to the product owner early or to the programmers early, that will help us develop. テスターがね、その製品をテストするときに聞くっていうか、その質問をしますよね。こうなったらどうなるか、これは正しいんですか、これ正しくないんですかっていう質問を問いかける。製品に対して書かれたコードに対して問いかけるというのと同じ質問を同じようにそのビジネスの方にこれは本当に必要があるのかですね、これはどういう意味なのかということを製品に対してじゃなくてもっと前段階で問いかけることができる。そしたらもっといろんなねテスターは活躍の仕方があるんじゃないですかね。
think if we take and develop a shared common understanding of the quality we want, the level of quality, the understanding. Okay. We're testing. Which one is that? We're experimenting. Okay. Good. That one's, you don't need one? That's okay. No, what's up? Yes. And she's got a loud voice. But I think developing a shared common understanding of what we're building is important. 何を作るのかっていうことの shared understanding 共通の理解を早期に作るっていうことが大事なんじゃないでしょうか。 So do I guess that there's no Japanese word for shared understanding? 彼女シェアドアンダースタンディングって日本語ないのかって言ったので言いますけど、共通の理解をで作り上げることが重要だと。Okay, I lost my train of thought now. No, that's okay. The idea of Agile is about small iterations, early feedback. So as testers, or anybody on a team who's doing testing activities, it's all about giving feedback fast. アジャイルっていうのは繰り返すこととフィードバックを得ることですよね。早くフィードバックを得ることですね。だからアジャイルテスティングっていうのはそのフィードバックを早く得るってことがポイントになっています。Yeah. So the feedback cycle, we make it shorter. 短くするとね、そのフィードバックサイクルを。If I'm a tester and I'm talking to a product owner and I'm asking questions and we get that understanding, that's feedback, one kind. 例えばテスターがプロダクトオーナーに対して製品に関する質問をする。そしたら質問のフィードバックが来ますよね。それも一つのフィードバックということですよね。Yeah. When I'm working with a programmer and we're collaborating and wanting to do some automation, trying to figure out what we want to automate, that's feedback. 例えばプログラマーに何かオートメーションをしようと思って何をオートメーションするのかって聞いてフィードバックを得る。それもフィードバックですよね。Yeah. Another form of feedback, which is the most common one, is finding defects, finding bugs. もう一つの重要なことは、もちろんバグを見つけるっていうことですよね。Yeah. And in Agile, that's the kind of feedback that is the lowest priority for me. アジャイルではそのバグを見つけるっていうのは同じフィードバックでも一番ローエス優先度が低い実はフィードバックです。It's all about preventing the defects. If we can, だからバグを見つけるんじゃなくて予防するというか。Yeah, it is. And so it takes that different mindset to think about preventing. だからそういう考え方を変えることが必要で、そのフィードバック単にバグを見つけるんじゃなくてフィードバックを得ること全体がテスティングだっていう考え方をシフトする必要がある。And it's not about creating more documentation. だからたくさんのドキュメントを書くっていうことじゃない。In that sense, testers should be involved in the first place, right? At the beginning. Yes. Today in our course we did an exercise taking a feature, some business capability, and dividing it into stories. 例えば今日のコースだと、ストーリーをもらって、分割しますよね、タスクに。If a tester can be involved that early, then they understand what is coming, what they're going to be doing, but they also have input and an impact into creating testable stories. 例えばテスターがフィーチャーからストーリーに分割するとき最初に絡んでいればもちろん製品に対する理解もそこで得ることができると同時にその分割がテスタブルな分割になっているかっていう知見もそこで与えることができますよね。So testers have equal value on an agile team. They're not an afterthought. テスターはだからアジャイル開発においては、同じ等しい価値があるんです。最初からですね。決して最後に現れてバグを叩くという役割じゃないんです。
So how do you feedback the something requirements related findings or something to business person? Okay. 質問はビジネス関係のリクエアメント関係のそういうファインディングをしたときにどういうふうにフィードバックをしますかという質問をしました。So one of the hardest ways to give feedback, or is even to translate, is by the written word, as it gets misinterpreted. ものに書くっていうのは難しいということですね。Yeah, so if we can use pictures, so one of my favorite ways to do things, and I have an expert at the table, is mind mapping. 彼女はマインドマッピング、つまり言葉で伝えるのが難しいという場面も多いので、マインドマッピング。I learned mind mapping from Kenji. ケンジさんから勉強しました。It's a true story, right? True story. So things, but using tools like mind mapping or flow diagrams or decision tables, any kind of visual tool. 可視化するツールが非常に重要だと、マインドマップでもいいし、ディシジョンテーブルでもいいしという話です。Yeah. Paper prototypes, easy, simple. ペーパープロトタイプはなんで紙のモデルみたいな。それでも、すごくシンプルでいいです。Thank you. You're welcome. So, how do you think software future, testing future, or agile future? Yeah. So when I first started doing Agile, it was small companies, small projects, and 彼女はアジャイルを始めた時に小さい会社で小さなチームだった。 yeah, and so it went really well. でうまくいったんですね、小さいからね。It's meant for that. But now I see it going with the larger でも今はどんど companies. ん大きな会社が大規模なチームでもやってる。 And so some of the struggles, some of the problems they're having is because of their size. だから今サイズのことをね、規模の問題で難しくなっているという現状があります。Size because of their culture. The larger the company, the harder the culture is to change. サイズね、例えば会社のサイズが大きくなるとカルチャーのね、文化の問題もありますよね。その会社の大きな会社のカルチャー。 They've had big development teams, big engineering teams, large QA teams. 例えば大きな開発チームと大きな品質勝負みたいなね。And probably needs a new battery. So with these challenges in these large organizations, it's harder. We have to learn how to scale the things that we knew how to do. ここで難しいのはどうやってそれをスケールさせるかっていう問題が難しい。 It's harder too because all of a sudden we've had people who have been testing for many years experience, and we're asking them to change how they've done it for many years, to change their mindset. だって大きな企業にいてずっと QA の、ね、チームにいてずっとテストをやってきた QA をやってきた人たちにそのマインドセットを変えるって言ったって急には変わりませんよね。難しい。Distributed teams so that I was talking to somebody yesterday. They had 5 teams they worked with. 例えば他にも分散されたチームの問題ね、5チーム別の場所で働いてたチームがあって、 5 different languages. So the common language was English. で言葉も違った。5つの言葉でやってた。 But it was everybody's second language. So then it becomes even more important to have pictures or something だ else. から英語が第二言語で通じてたんだけれども、絵を使うといいっていうのはもう一つの理由はそういったね、違う言語の人たちとの開発を今するようになってきていてっていう話ですね。And as far as the future of a tester, I think that the testers need to be very curious, need to want to learn more, and to be equal, to get equal pay.
they have to be very good testers, and I see that happening. で彼女が見る、テスターのという観点から見ると、大事な未来のテスターは being curious、いろんなことに好奇心を持つこと、それからもっとたくさんのことを勉強すること、そして給料もいい給料をもらうこと。Yeah, they don't necessarily have to program, but be aware, technically aware. I know many testers who are actually getting paid as much or more than programmers. だからプログラマーと同じような観点で開発に参加することも重要だし、実際にプログラマーと同じような給料あるいはさらに高い給料をもらっている人もいる。Yeah. So for testers working on agile teams, there's a real need to have that mindset to be thinking. だからアジャイルの開発の中にテスターが入っていくっていうことは、やっぱり重要なのはその考え方を変えていくっていうことが一番重要ですね。We talk a lot about automation, and I'm not going to talk too much about that tonight. オートメーションに関してたくさん話すことあるけど、今日は話しません。It's necessary for agile teams. それは必要なことです。Yeah. But I'll collaborate with the programmers and the developers to get it working. で開発者と一緒になってそれは構築しないといけないですね。I want good testers to be able to explore, to do exploratory testing, to use their critical thinking skills. テスターは今エクスプロートリーテスティングっていう言葉が結構出てきますよね。もっともっと探索的なテストをするっていうことが重要になってくると思います。Yeah. So it's a skill, like anything else, to learn. だからスキルなんですね、それも一つ。So you mentioned the session-based testing in your work. Yeah, so exploratory testing is looking at the application, at your product, and looking for things you didn't expect, to be aware. アプリケーションを見てちょっと意識してない、予想してないことをやってみる。本の中でセッションベースドテスティングっていうことを紹介されています。探索型のテストをもう少しセッション形式でやるようなフレームワークを当てはめる。セッション式っていうのは対話的にやるんですかね。Yeah, so the session-based testing is using that exploratory testing, but being very specific, right? だからエクスプローラーテストの中でもより具体的なやり方の一つ。Yeah. So session-based testing, in fact, I won't even try to do exploratory testing without putting it in a session. What is my focus? What do I want to look at? So it is session-based, gives me a focus, I guess. Is as good a word as any? Focus. Focus. Specific. Yeah. Okay. Yes. Although exploratory testing has not even. Yeah. small Well, focus. session. Yeah. So Session-based is focused. time boxed. Time boxed. Better word. やはり Yes. セッションベースのテスティングっていうのはもうちょっと具体的に時間を区切ってフォーカスを持ってやるものです。Yeah. So. 多分日本人にはそういうね、形式の方が全てを探索型っていうよりもカチッとしてる。そうですね。日本だと合うような気がテスト使用書って書きますよね。よくね。よくっていうかそれがテストの。そうですね。 Did you? だから It's suitable for Japan because why is it suitable? いやじゃあごめん日本人って今言いましたけどすごくフレームワークがあってそれに応じて物事を進めていくっていうのがなんか性に合ってるというか、すごくうまくいくパターンの、僕は典型的な例だと思ってるんですけども何かをスペシフィックに、一つのことを掘り下げようとするような場合にそのセッションベースの形式があるとスムーズに物事を展開できるんじゃないかなとそういうフレームワークがあるとすごくいいというふうに思っています。一つのプラクティスとして。Okay, so if I understand, so this is an experiment now.
So, and a session, I want to be focused, but I don't want to have step by step. So I want a framework to say, I want to test this area, but I don't give specific step by step, right? セッションテストではフォーカスはあるけど、その一個一個ね、こうしてああしてこうしてああしてっていうプロセスではない。Yeah. それは Yeah. I want people to explore. OK Yes. でもエクスプローラーしたいですね。探索したい。If it's step by step, automate it, because that's what machines do well. ステップバイステップというのはオートメーションできるはずですよね。Next topic. Next topic 何分までいい And we got 10 minutes left. じゃあ僕の方から、はいソフトウェアの将来っていう話で、開発の将来でもいいんですけど、日本では割とテスターと開発者と区別しなくないですか？どうなんですかね。海外は結構テスターっていうコミュニティが強いのがあるんですよ。でも日本もありますね。テストのコミュニティ結構ありますけど、将来そのスキルとしてそのなんかプログラマーとテスターっていうのはマージするべきものなのか、それともこうやっぱり別なんですかね。どう思われますか？僕はこれ僕はOK やっぱり開発者っていうくくりで全部見れる、フルライフサイクルに立ち返るっていうのがやっぱり一番いいことだと思うんですけども、やっぱりそれぞれの軸足があるので濃い薄いっていうのはあるんだろうなと。で、それをそのテスターっていうふうにあえて呼ぶ必要があるかどうかっていうのは開発スタイルによって違ってくるのかなという気はしています。僕もちょっと意見言わせてもらうと、アジャイルになってからその設計の品質についていろいろ考えるんですけれども、例えば再利用性だとか、なんだろう、ポータビリティのいろいろ設計の品質ありますけど、アジャイルになるに従ってそのテスタビリティっていうね、その品質の重要性がすごく上がってると思うんですよね。だからそもそもその設計する段階でそれテストできるのって聞く、そのクエスチョンを発することが早い段階でできるかどうかっていうのは結構重要になってきていると思っていて、なのでその、TPP が入るかどうかっていうのも別の問題としても、その設計ということとテストっていうことがもしかしたら本質が非常になんかこう近いところにこうあるんじゃないかって最近こう気がしてるんですよね。だからテストできるっていうことを、人としてその人がテストのセンスがあるっていうことは実は設計のセンスがあるっていうことと同義に今近くなってきてるんじゃないかなという気もしますけどね。テストとはちょっと違いますけど、最近その開発とランタイムの、垣根がこう超えていって、デブオプスっていう話があるじゃないですか。だからデブテストみたいなのがあっても、よくて、全てはこうすごい早いサイクルの中で、こなしていかないといけないので、従来みたいに役割をかっちりと決めて、はい次はあんたの番ですっていうようなやり方はあんまり通用しなくなる。デブです、テストです、オプトですみたいな考え方じゃないんですよね。だからそのテストエブリウェアなんで、そのデブできるのかオプトできるのかっていうのはテスタビリティには入っている観点ですよね。そうですね。What do you think? Yeah. Now, isn't this an interesting experiment? There was a lot of discussion going on here. I got a translation. In the meantime, I was busy coughing, so I apologize for that. So I missed some. But the discussion is about programmer, testers. And the testers being, or the testing being important and almost more important than the development. My thinking was that design is, in agile context, designing is about making testability. Yes. So the TDD cycle, test-driven development, is often called test-driven design. Okay. Right? So the programmers do TDD. And Akira said recently we do DevOps. So development DevOps. and Yeah. operation is
almost the same. Yes. In one flow. Right. And testing everywhere. Yes. Is it developable or testable? Or Yeah. So the whole ATD cycle, or, ATD cycle. right, acceptance test-driven development, just raises it a level so that the business is in there as well, and thinking about アクセプタン DevOps. ステストの話が起こってビジネスもそこに参加できるようになったっていうことですよね。 Right. So it makes testing in all cases, and I think DevOps is a wonderful. That whole idea is excellent. デベロップスもすごくいいアイデアで、早くからそのテストに関する観点っていうのがその今至るところにテストの観点が入れる可能性がある。一つは開発プラットフォームがやっぱりクラウドだとか、そういったものが広がってきて、開発のプラットフォームでもあるけれどもランタイムのプラットフォームでもあるっていうような、そういうバックグラウンドも大いにある。ありますよね。クラウドだともうリソースというかそのマシーンってプログラマブルですよね。スケールさせるのがね、だからほとんどだからテスタブルなんですよね、そのプラットフォーム自身が。で従来はそのアーキテクチャにその依存したところのテストってなかなかこうソフトウェアだけで吸収しきれないところが、パフォーマンスだとか、スケーラビリティだとかで、そういったところがクラウドでかなりこう隠蔽化されてきてるっていう面がすごく大きいと思うんですよ。ですからそのソフトウェアを、いかにこう早いサイクルで作っていくかっていうところにフォーカスできるように。はいはいはい。確かにそうですね。最初からなんかすごいハード買うとかもありえないから、でね、ボトルネックになるところを先にバーッとテストしちゃってっていうことも最初にできますもんね。Yeah, software testing has changed a lot in the last probably 2 years. Changed completely. Software testing. I like what you said. You said testing is about getting feedback in the high level. Yes. So feedback, every feedback is about testing something. Yes, and I believe that. I 彼女がそのフィードバックを得るってことのテスティングだっていうふうに言ったのがすごく僕印象的で、そう考えるとすごくいろんなレベルでテスティングって考えられるんですよ。実は問いを発するっていうことが実はテスティングなんじゃないですかね、本質的には。So I said that questioning is about testing. Yes, absolutely. I have when I'm interviewing testers, I sometimes ask them, "What is your job? What do you think your job is?" そのテスターをこうインタビューするっていうか面接するときに、あなたの仕事は何ですかって聞くんですよね。Most of the time, they say, "Finding defects." 欠陥を見つけることとか、Making sure it conforms to requirements. 要求に適応していることとか。So the answer, so if you're interviewing for it as a tester, the best answer is to give feedback. フィードバックを得ることっていうのが、与えること、得ることっていうのがいいアンサーだと私は思ってるんです。And that covers everything. そう考えるとほとんど全てのことなんですよね。Okay. So that reflects that software building is not one way, just Exactly. both ways. So when you look at the waterfall cycle that had requirements, specifications, coding, testing, it has feedback loops in there, but it's really flowing down ウォーター hill. ボールがね、フィードバックあってこう流れてくる気がしないんですよね。 Whereas in Agile, there's lots of tiny little circles. アジャイルで It's す。 all about feedback. ループがある。それは全てフィードバックなんですよね。 Build a little, test it, make sure it works, accept it, build a little bit more, ちょっと作ってテストする。ちょっと作ってテストする。 increment. Yes. 徐々にインクリメントに作っていくっていう。 Okay. So is there a time up? Is it Q&A time now? なんか会場から聞かなくていいですか。どうですか。一つあ、マインドセットを変える、頭の固い人たちのマインドセットを変えるいい方法。すごい難しい。難しい。ごめんなさい。 How to change the mindset of, so some
somebody asked me that today too, and I said, I was an old person when I went on my first Agile team. I know, yes. And I changed, so I think it's in everybody. But one of the ways, the best ways I know to change people or to influence people is to show them. So when I go into a team, I will go and I will meet with the developer and get him. And once we show that it works, then others will follow. マインドセットを変えるって難しいからどうやって変えるのかっていう話をしてるんですけど、彼女が言ったのは、彼女もずっとテスターだったけども、私は変わったっていう自分が例になって見せてあげるっていうか、それを見せてあげることが一番分かりやすいんじゃないかな。まあ変われっつってもね、変われない。Yeah. Just telling people doesn't work. こう言うっていうね、何かをしなさい、してくださいって言うっていうことはあまり人を変えることになりませんよね。背中で見せる。Show them your. It's in the Japanese. Okay. 会場からもらいましょう。Yeah. Q&A タイム。ここいらで皆さんからお三方に質問があればお願いしたいと思うんですけれども。これなんかちょっと当たりがないはい、今日はとても楽しい話ありがとうございます。非常に参考になりました。勉強になりました。今質問を今考えてるんですけども、ジャネットさんの本で、後半にアジャイルチームの中でのテスターの関わり方みたいなところがすごくクローズアップされて紹介されている中で非常に僕感銘を受けたのがテスターと、プログラマーがこう横に座って一緒にこう作業するっていうその関わりがすごい参考な感銘を受けたんですけど。Okay. Yeah. So you're asking about testers and programmers sitting side by side? Yes. Yes. My favorite place to sit is between two developers. 一番お気に入りの席は2人のディベロッパーの間だった。But I want to be able to listen to hear what questions are being asked. I want to listen to the risks that the developers are talking だ about. からデベロッパー2人が例えば質問をしているときにその質問を聞きたい、その質問に存在するリスクのことを考えたいので、その2人の間に実は入りたい。Yeah. It doesn't mean that I'm going to watch him program, but I'm there for the conversations. プログラムを見てるっていうことじゃなくて、その会話を聞きたいんだ、2人の間に起こっている。And then I'm right there if they have questions. That's important. で、クエスチョンがあるんですね。PDD とか、あとこういうペアプログラミングがとても日本でも皆さん知っている XP のプラクティスとしてすごくご存知の方多いと思うんですけど、それはプログラマー同士、師匠弟子というか、ドライバーとドライバーとナビゲーターという、同じペアリング、同じエキスパータイズの専門知識を持った人のペアリングなんですけど、そうじゃないペアリング、そのクロスファンクショナルなペアリングというのは非常に面白いなと思って聞いてて、これがなんか今の最近のキーワードかなという感じを受けています。Yes. So you're right. Pair programming is about developer and developer. As a tester, I want to pair with developers, but I don't necessarily want to code with them. But let me see. But if I'm debugging, if we're trying to find a problem, the best thing is to sit and pair with a developer. I can also pair with other testers. So pairing, you can have pair programming, pair testing, pair debugging, pairing. I prefer just to call it pairing.
and depending on what it is. プログラマーの横に座るっていうことは必ずしもそのプログラミングに対して何か指示をしたりプログラムしたりっていうことじゃなくて、そこ例えば私が、デバッグしてるんだったらそのアイディアも聞きたいし、プログラマーとテスターっていう組じゃなくても、例えばテスター同士でプログラムペアを組むっていうこともできるし、それで話をしながらで彼女はやっぱペアプログラミングっていう言葉だけじゃなくてそのペアリングっていうことが好きなんです。There is one special kind of pairing that I will talk about, and in our book, and it's something that I call show me. Show me って言われてるやり方があるんですけど。Yeah, and so when a programmer is finished coding and is ready, they think they're ready. I call it a show me, and I say, show me what you did. プログラマーと一緒にやるときにプログラマーがもしよしよしもうできたって言ったときにじゃあ見せてって言う。So the programmer is the driver. プログラマーがドライバーで。And I ask questions. で質問するんだ。Now, one of the really powerful things about this pairing is the learning that goes on. そこで一番強力なのはそこで、学習するってことが起こる。I learned about what was just coded, about some of the risks, get a demo. でそこで見て何を彼がやったかっていうのを見せてもらってリスクを理解する。More importantly, the programmer is learning how to test. でプログラマーはもう実はそこで学ぶことがあってどうやってテスターが考えてるのかなどうやってテストするんだろうっていうことを学ぶことができる。As I ask questions, he learns. で質問をされるからねそれで分かる。The next time, he won't wait for me to ask those questions. で次回からは多分そのプログラマーはもうその質問はもう予備してるから聞かなくてもその質問に答えられる。Yeah, so it's a very powerful kind of pairing. それは一つの一番いい形のペアリングだ。ありがとうございます。日本語では見してっていう日本語名のプラクティス名を見してですね。Thank you very much for the talk and discussion. My concern is agile testing at the system level. I read the article and joined a conference, and I go to the US and Southwest, but such kind of the discussion at the system level is not so much, I think. So I have 100 questions for that. Maybe I can only one. I have a question regarding with the agile requirements, okay, because the testing basis of the system testing is requirements specification. Okay, then we have a problem of my company's user story. Okay, there is a written on the index card by the right hand hand. Okay, so that sometimes we have know the more, but sometimes we want to know more detail of the exception, the exception condition or error condition or function description. Right? So then, yeah, of course, in the lightweight waves application, and that's okay. Okay, it is work. But on the other hand, our company is embedded, and also some IT level, really bigger system. Okay, other times, we feel that such kind of user stories, such information is weak. Okay? So then the question one is, how do you think that such kind of situation and the comments of such an agile requirements? Okay, so how's somebody going to say it all in Japanese now? 書くのとすみません。ですね、システムテストですね。今はもう TDD とかユニットテストではもうかなりの議論でもう進んでますけれども、システムテストのアジャイルテストっていうのは議論がまだまだ
じゃないかな。これは欧米でもなんかあんまりできてないような気がします。そこのところで一番鍵があるのはアジャイル開発においてのリクワイアメンツなんですよね。でアジャイルリクワイアメンツだとスクラムですとですね、ユーザーストーリーって言いますよね。ただ市場にやっぱりこう例えば組み込みですとですね、なかなかそれがワークしなくてですね、でこう漏れたりしてでテストをこう設計するのも苦労するんですけれども、そういうことについてこのアジャイルリクワイアメンツアジャイルでの要求についてはどう思われるかということを質問しました。Yeah, please. There we go. I'll see if I can remember that. So I was going to say, I've got a fellow here who's in my course today. I think he could probably answer that. Okay, I should pay for the $200. But one of the big problems in Agile is, and I call it forgetting the big picture. Oh, yeah. アジャイルの一つのウィークポイントだと思ってるんですけど、大きな絵が見えない。I almost forgot to let you translate. So we have to think about that big picture. So if we start from a feature level, and I mentioned before, if the tester's involved early in breaking down the stories, then you have input into this feature has many stories, and you get a better picture. テスターがもしそのフィーチャーレベルから絡んでいるとすると、それがストーリーに分解されるときに、テスター自身もそれがどういうふうに成り立っているのかということを理解することができるというインプットを得ることができる。Right. So when you get to that story level, you're right. It's not got very much information. ストーリーレベルになると、そこにはもしかしたら情報がないかもしれない。So one of the things I say is, the story is only one part. Okay. You need acceptance tests, Yeah. which become your requirements. Plus, you need the conversation. So, in an iteration planning meeting, you take the story, you have the acceptance tests that you need to. It doesn't have to be detailed, but the conversation is what's really important. Out of that conversation comes the detailed tests. アクセスタンステストはストーリーに作るとしても、実は書かれてないから、そこにはカンバセーションが必要で、それはアジャイルの特徴だと思うんですけど、で、カンバセーションすることによって、その、なんですかね、lower level, yeah, the detailed tests. The 細 detailed かいテ tests. ストはそこで作ることができる。So that we can feedback, right? Yeah, and it's feedback. So I have worked on an embedded system. In fact, I was using that as an example today. And it does work. But you have to be involved. You have to understand the big picture. 今日のセミナーでその話を実はして、彼女自身も組み込み系のシステムに関わったことがあるんだけど、ポイントは、テスターが最初から参加していること、その活動に参加していること、そこで理解を得ているっていうことが、そのアジャイルのテスターのやり方だと思う。永田さん、さっきおっしゃったユーザーストーリーをユーザーストーリーを作りにくいので組み込みだと、っておっしゃったように聞いたんですけれども、なのでそのテストを、作りにくいというふうにおっしゃってましたけども、それって要はレベルの違いの差なのか、それともカバレッジの差なのか、どっちなんでしょう。両方あると思いますね。だからレベルってどういうふうにおっしゃったのかあれなんですけど、やっぱカバレッジもそうです。先ほど言ったいろんな例外ケースとか、そういうのはカバレッジですよね。じゃあカバレッジがあまりにも広すぎて、そのユーザーストーリーだけでは追い切れないっていう話ではない。そうですね。それはありますね。そういうのが抜けてしまうとかですね。ただやっぱり積極的に入らなきゃいけないっていうのは分かりました。だからそこのところがどうマインドセット設計か。やっぱりアジャイルって本質はコミュニケーションなんですよね。何でもそのコミュニケーションをどううまくやるかとか、そういうところに帰着しているように
思います。さっきからジャネットの話を聞いて。はい、ありがとうございます。他に質問ある方、どうぞ。今日お話ありがとうございました。ですね、アジャイルプロジェクトに今プレイヤーとして、デベロッパー、テスター、2名いるとおっしゃったと思うんですけど、今のアジャイルプロジェクトってデザイナーがいると思うんですね。で、デザイナーとデベロッパーすごい楽しそうにいるんですね。で、デベロッパーとテスターもすごい楽しく話せる。なんですけど、デザイナーとテスターってどんなことで盛り上がったらいいのかですが、私ずっと分からなくてですね、もしアドバイスがあればすいません、ちょっと僕の理解のために、ジャネットは分かってるかもしれない、僕の理解のために、デザイナーっていうのはコードは書かない人なんですか、UI、仕様を書く人なんですか、UI、UI なんですね、はい、そういうことですね、分かりました。Yes. So when you have so it's got to be when I talk about the whole team and the whole team is the number one success factor. ホールチームっていう考え方がありますね。全員同席と言ったり、チーム一体といったいろんな役割がありますけれども、そのいろんな役割の人が一つのチームになる。So when I talk about whole team, I mean everybody talking together. でそこで、彼女は一番それが大切だと思ってるんですけど、そこで意味しているのはみんなが話す、一緒に話す。So I talk about also the idea of a power of three, which is a programmer, tester, and domain expert, a business user. 彼女はパワーオブ3って言うんですけど、それは、テスターとデベロッパーと実はドメインエクスパートのことを言っています。So for you, make a power of four. Include the designer. でそこに一人入れるべきです、デザイナーを。Yeah, talk together. You have to. Success is that's the only way. 話さなきゃいけなくて、成功するにはそれが一つ唯一の方法です。Yeah. Power of four. Yes. Sometimes you have to. 話さないといけないです。What to talk? So as a tester, I can help design. Yeah. I can ask questions. テスターとしてデザイナーと話すことができます。質問ができますよね。デザイナー。Yeah. I've been in planning meetings where they start talking about how to implement, how to design. あるプランニングミーティングでどういうふうにデザインしようかっていうような話をしたときに I ask a question. 質問するんです。A very simple question. How am I going to test that? これはどうやったらテストできますか？ Yeah. And how am I going to test that? Show me. Asking the question makes them think. 質問するとそれで考えることができるから。Sometimes it gets very complicated. And I will say, can you make it more simple? 例えばすごく込み入っているとすると、これはもう少しシンプルにできますか？とか。Yeah. So I don't need to have details, but lots of times having the tester mindset テスターのマインドセット、考え方を is 使う what you と、want. そこで質問ができるでしょう。 Yes. その質問の力がテスターの力。 So, excuse me, how about the developer and the UI designer? He's interested in the communication between developer and UI designer. So how should they The talk? developer, Yeah. how do they talk? Yeah, developer and designer. With words. So I said before, so one of the barriers for Agile is no common language. And I don't mean Japanese or English. So if the UI designer and the developer cannot talk, there's a problem. I would put them in a room and set them together till they talked. You have to find a way. アジャイルの最も良くないのは壁があることで話がそこで起こらない、コミュニケーションが起こらないっていうことが良くないことなので、2人で一緒に部屋に入れてでも話をセッチン詰めって
Yes. But communication is critical. 大木さんです。先着で上がったこの本の読書会やっててそこで出た話なんですけど、かなりお客さんがですね積極的に関わらないと多分こういうやり方は回らないような気がしているんですけれども、それは、どうやって日本だとですね自宅開発っていう感じでお客様が丸投げみたいな感じでやって、あとは知らないようにして、で後でUAT をやるときにそんなバカするみたいな感じのことが多いんですけれども、すみません、経営者の話をそのですね、お客様をどうやって変えていくかっていうことにすごく興味あるんですけれども、その辺はどうお考えですか？ That's probably the number one problem of most agile teams. 多分どのアジャイルチームでも一番大きな問題になるところだと思います。So one of the things that I kind of recommend is trying to get them involved. So when you have something to show them after an iteration or two, even if it's on a website or dial-in or go-to-meeting, but get feedback, start to show them. 何か口実を作ってでも引き込むべきで、何かデモをしてもいいし、もし離れていれば何かこうテレカンファレンスでもいいから何か見てもらうで、何かフィードバックをくれというふうに言う。Trying to get them involved in any way. 何かして何か巻き込む方法を考えるべき。Yeah, and that's kind of the only way. The other is to have somebody on the team, because the team needs somebody to answer questions. So somebody who can help in that way, surrogate, proxy. Surrogate, proxy, Yeah. customer. Yeah. もう一つの方法は、誰かがそのお客さんの代わりをしなきゃいけないという、誰かどっちにしろ答えなきゃ、アジャイルはカンバセーションなので質問に答えなきゃいけないので、その代理の人を置く、なんていうんですか、プロキシカスタマーとか言ったりしますね。プロキシ顧客とか言ったりしますけど、そういうのも一つかもしれません。But it is a big problem. でも一番誰でも悩むというか、アジャイルの大きな問題の一つ。I think a short-term feedback cycle is very important. Yes. Yeah. Showing. Small demos. Yeah. The small demos, getting them to see, because then they will give feedback. If they're involved, they will become more involved. Maybe the first thing you should do is to invite them for lunch. Yes. What you say in Japanese? よく僕も使う手なんですけど、口実が見つからなかったら一回昼食一緒にどうですかってやってデモを見せるとか。There's a book called Fearless Change. Fearless Change. And one of the patterns is feed me. Feed them. Yes. What do food? Do food. That's it. Do food. 僕は飲み会です。夜の方。Yes. じゃあハブアンレということで、ちょっと一旦飲み物余ってたりとかしたらいただいてもいいですし、サインが欲しいって方も欲しい。どうしよう、このまま続けた方がいいですか、それともちょっと一旦お休みした方がいいですか。大丈夫ですか。続けてもいいですか。自由に取りに行くって。自由に取りに行きながら、で懇親会でない方は受付にこのチケットを出してください。じゃあ続けながらいけたらと思います。QA もしせいやもし伝え方どうぞ。そうです
thank you very much for an interesting story. I'm really interested in Agile, and I translated some of Agile books, for example, Domain-Driven Design or Continuous Delivery. And in this year, I will translate Growing Object-Oriented Software Identified Tests. So, what just I want to say is I like Agile, and I'm really interested in it. But in fact, I'm working as a project leader. I'm not doing Agile, so I built my customer system in a waterfall way because so I have to build so many screens, just nearly 200 screens, and it should be built in only 3 or 4 months. So we have to write many specifications, and so gather many programmers and write the software in a really short time. So my point is you are talking about the testing, and you are talking about the testing is feedback. I think it's very interesting, but when we have so many screens and there are so many items in the screen, and there are so many so each item should be get from database and map to the screen, or sometimes map to the paper sheet. So if we have to test in an automated way in such a test, so it should take so many hours to write automated test for such a test. And it is really difficult to write such a test. So in fact, we test it manually just after the product is built. So this is one point. And another point is that the explanatory testing is a way to improve the kind of usability or the business specific makes the specification more precisely to do the explanatory testing, and we can't find the kind of unit testing bugs in the explanatory testing. Yeah, exploratory testing is not meant to find unit bugs. That's not what it's supposed to be. So, ちょっとじゃあ日本語で、アジャイルにすごく私は興味があるんですけれども、実際に開発はアジャイルでできているか全然そんなことはなくて、ウォーターフォールで開発をしています。多分ここにいらっしゃる皆さん、多くの皆さんがそういう立場なんだと思います。でなんでかっていうと、それは別にアジャイルが嫌いだというわけではなくて、非常に短い期間、200画面とかってあるエンタープライズなシステムを例えば3ヶ月とかっていう期間で開発しないといけないっていうふうになると、どうしてもその開発者の人をたくさん集めて一気に作るっていうことをやらないといけないですっていう、そういうこれはここまでが一つのコンテキストです。でじゃあ実際にそういう中で、エッセンスを取り込みたいなっていうふうに、思ってはいるんですけれども、例えばユニットテストっていうことをやろうと思ったときに、例えば画面が100画面ありますと、それに一個一個に100ぐらい項目がありますって言ったときに、それのテストの自動化をするってなると、結構な手間になってしまうし、帳票とかになってくるともっと大変ですよねというお話があります。で探索型テストっていうものの話をしてたんですけれども、そういう単体テストレベルのバグを本当に探索型テストで拾っていったらもう間違いなく漏れてしまうので、そうではなくてどちらかというと探索的テストっていうのは、ビジネス要件みたいなものをより詳細化するであるとか、精緻化するっていうことをするためにやるもんだっていうふうに私自身は理解していますし、それはジャネットさんもそうだよねというふうに言ってくれていました。ということで、質問の形にすると、そういうですね、非常にたくさんの画面、それからたくさんの項目があるようなシステムを、開発するときに、実際にその単体テストっていうのは出来上がってから一発でドカンというふうにやらざるを得ない状況があると思うんです。
ですけれども、そういうものをですね、についてはどういうふうに、そういうものはどういうふうに扱ったらいいんでしょうかという質問ですね。Okay, so there's two very big questions. So the first one I'm going to answer very simply. Is this system that you're building ever going to change again? Is it a one-time thing only? 作ろうとしている、大きなシステムは変更しないものなんですか？一回で本当に。If it never changes, don't automate it. You're right. 変わらないんであれば、オートメイトする意味がないので。But if it ever makes changes, that's why you want the automation, so that you can make sure. そのシステム変わるんであれば、オートメイトすべきでしょう。And I really don't care if you build things in a waterfall or agile. そこはアジャイルであるのはウォーターフォールあんまり関係なくて、As long as you deliver good software もしいいソフトウェアを提供 that し the て customer expects. お客が期待するいいソフトウェアを提供できるとそうなると思います。Yeah. I just happen to think agile is a good way to do it. ただアジャイルがいいと思いますけども、そこはそこでないです。The second one is about exploratory testing. And exploratory testing is about testing beyond what you think the system should do. エクスプローラリーテスティング、日本語で何て言うんですか、探索型テストは、こうテスト、期待システムがやろうとしていることを超えてテストをする。Yeah, it's bigger than that. 探す。もっと大きな範囲の話です。Okay. So those are two simple answers. 小さなシンプルに答えてしまいましたけど、2つ答えました。So, thank you. And if the system is so simple, the specification is so simple, sometimes we don't have to test explanatory. I cannot think of a case ever that I wouldn't do exploratory testing. I can't think of any system that is so simple I wouldn't do exploratory testing. 彼女はそのエクスプローラリーテストが必要ない、意味がないと思われるほどシンプルなシステムには出会ったことはないです。Even just interactions between screens. 画面と単なる対話であったとして。この辺の人たちはテストの専門家なんですけど、ちょっと疑問があるんですけど、そんなことはないです。その通りですね。Thank you. フォワードと言います。初めて、来たんですけども、ジャネットさんにもお聞きしたいなと思うのが、そのソフトウェアのテストと他の製造業とか他の業界のテストとどれぐらい違うのか、ソフトウェアのテスト特有の特徴とかっていうのをもし持論として持たれていたらちょっとお聞きしたいなと思ってます。でその理由が、ソフトウェアテストって自分もアジャイルの実際ウォーターホールでやってる経験の方が長いんですけど、すごく人をつぎ込んでテストするのがすごく普通な感じがするんですね。でも多分他のところはもっとうまく自動化するとかいろんなことを考えてやってるのに、その僕たち日本でやってるテストってすごくたくさんの人テスターをつぎ込んで一生懸命頑張ってやってるっていうのはすごく感じるんですけど、それがソフトウェアのどういうところに由来して来てるのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと思ってます。多分僕としてはソフトウェアってすごく変化しやすいので、ちょっとしたライブラリとか OS がバージョンアップするだけですぐ動かなくなっちゃう。で業務システムみたいに長く使えるシステムでもすぐに環境とかミドルウェアがどんどん上がっていくっていうところがあるので、それはちゃんと動いていくっていう保証するのがすごく難しいのかなとかちょっと思ったりしてます。なので、はい、ジャネットさんの考え方をお聞きできれば嬉しいなと思ってます。はい。
So we often talk about software testing rather than, and you called product testing. So let's think about what we're building as a solution. 今ソフトウェアテストと、製品テストみたいな話をしていますけれども、一括りにしてソリューションというふうに言いましょう。 Right. And I do think that a lot of people call it and focus on the software and don't look at that full system. ソフトウェアテストということによって全体じゃなくて、ソフトウェアってことだけ見てしまうかもしれません。 Right. So the software, there's a lot of, and when you're talking about product, and I may have missed a little bit interpreting, but of a product, if we think about it as, excuse me, my voice is going. This is probably my last question. But if we really think about it as a solution, as the product, and get the software people, the software developers and testers, to realize that there is more than just the software. Because I think you're right that the product, the solution, whatever we're delivering to the customer, if we don't look at the whole, we're not doing it right. 製品ソフトウェアっていうのを個別で本当は見るべきじゃなくて、ソフトウェアが組み込まれている、一つの顧客にとっての解決策を提供しているっていうふうに考える方が正解だと思います。ちょっと今彼女が席をしていた関係で質問の一部が折れてしまったかもしれませんと彼女は言ってますが。Did I answer his question? Maybe he was asking about why software testing is so different from other hardwares and factories, and testing thinking is a lot behind from them. It is, and because software is a moving target, there is so many changes. It's easy for me to, as a customer, to say, "Oh, look, I don't like that. Can you change that?" So it isn't as I don't want to say easy. Cut and dried is the word I would use, but yeah, I know. Solid. Software just isn't as solid testing. 小川さんが言われた通り、ソフトウェアはやっぱ変わりやすいんだそうです。で、お客が平気で見て違う言えるっていう硬いものじゃないから。So we should learn, but it is different. でもっとやっぱり前のものから学ぶべきです。でもまだまだ学ぶことがたくさんある。What did you say? Cut and dry? Cut and dry. Cut and dry. It's there. It's repeatable. It's one lesson for me is idioms, English idioms. I have to take them out of my vocabulary. 再現可能な方法でいくつも作り出せることができるっていうことと違いますよっていうことですね。どうやって動くことを保証していくかっていうことを聞かれてたいですか？いや、なんか多分今ソリューションが大事だっていうところは多分僕の理解では多分日本のソフトウェアのテストって多分膨大なドキュメント書いてその使用書にちゃんと従って動いてるっていうのを頑張ってテストしてると思うんですけど、アジャイル開発とか最近のそのサービス開発ってむしろそんな使用書を作るよりかはとにかく動くものを確実に早くお客さんに届けるっていう意味でなんかそういうものを早く作っていくっていう多分テストなので多分考え方は違うっていうのはなんとか理解はしてます。ただその場合にやっぱりソフトウェアに特有のやっぱり難しさってあると思うので、特にテストの場合は、僕自身は多分回帰テストとかがやっぱり難しいのかなとは思ってるんですけども、そういうところでジャネットさんが過去にいろいろ経験された中で、ここですごく難しかったとかいうところがもし聞いてきたら嬉しいなと思いました。I'm not sure if I can actually even answer that. 声がもう出ないので答えられるかどうか。
ありがとうございます。多分おっしゃられてることは、多分ソフトウェアのテストなんで難しいでしょっていう本質的な何かソフトウェアの特性は何かということを多分聞かれてるような気がしますね。でも僕もちょっと自分の意見を言わせてもらうと、ソフトウェアは多分人類が初めて出会った巨大な概念構造物で、このくらい大きな概念構造物、形のない概念構造物を未だかつてテストしたことが人類がなくて、でみんなの頭の中にあるものと書かれてるものとソフトウェアって一致しないし、それをどうやってつなぎ止めるのかっていう術をまだ持ってないんじゃないかなっていうふうに。ありがとうございます。でももう答えられないです、彼女は。平鍋さんに聞いてください。ありがとうございます。よろしいですか。ウォーターフォールでやってるんですけども、検査は外注することが多いんですが、アジャイルテストを請け負ってくれるっていうようなそういう事例っていうのはあるんでしょうか。あるいはそもそも外注じゃ無理な話ですか。僕の意見を言わせていただくと、外注をするっていうのはテストを切り離してその部分だけテストしてもらうってことですよね。ウォーターホルダーから出ちゃうっていうそれだと多分アジャイルテスティングの最初のその理念と異なっているので、もともとのそのベースの考え方が違ってしまっていると思うんですよ。なので、アジャイルテスティングができるんでしょうかっていう文脈ではそれはできませんっていう答えになるのかなと思いますけども、そういう事例もないっていうこと。それは多分第三者検証とかなんかそういう呼び名で呼ばれてるようなことだったりして、多分その最初のそういうサイクルから入っていくっていうようなアプローチじゃないのかなというふうに思いました。例えばその、派遣みたいな形でやってくれるみたいな、そういう会社があったりするのかなと。もしかしたらそのアジャイルテスティングコンサルティングみたいなものが彼女がやってるのかもしれませんね。最初からその入ることによってテスターの教育も兼ねて。So what was the actual question? Was, is there any outsourcing agile testers? I don't know. None that I know of. Actually, there's remote testers, right? I know a lot of testers that work remotely. 知らないんで、でもリモートテスターってのはいるんだけど。But they're in constant contact with the team. So if they're on instant messaging, on Skype, they have constant contact. コンスタントにコンタクトを取って、リモートでやるっていうテスターは聞いたことがあります。Yeah. How about the idea of agile testing consulting? I don't know any of those people. There's a few of us around. 何人かいますよ。ありがとうございました。What do the agile testing consultant do actually? So when I was right now, I do training. I come into companies for a short time and work with somebody to say what is your problems and kind of give you ideas. Before that, I would go in and I would work with the team. So I would come in, be part coach, part tester. 一緒にそこの現場に行って、一緒に話を聞きながら質問したり、します。で、前は実際に今は彼女はトレーニングをしたりということもしています。I'd work with the team and get them practicing some of the practices and then helping them to the next level. 実際にプラクティスと一緒にやって、次のレベルに引き上げてあげるということをやっています。And then when they were doing well, had their rhythm, I'd leave. でうまくいって、そのアジアのリズムがつかめてきたら、バイバイって言います。ありがとうございました。By the way, do
you give the advice to business people? Yeah. So its question was, do I give advice to business people? And yes, so testers, and I've worked with the business people to help them learn how to do acceptance tests and how to give and receive feedback. ビジネスピープルとも話しますし、で話すことによってそのフィードバックを与えることもできるし、その聞き方も周りと一緒に考えます。よくわかりました。ありがとうございます。時間的に最後です。いいですか。はい、ですね、今ツイッターでですね、聞いてほしいという質問があったんですけど、日本のですね、テスターというかテスト担当者っていうような職業ってものすごく給料が安いんですね。例えば1ヶ月27万円、140時間とかそういうような環境で、安いところで働かされるからか知らないんですけど、スキルもなかなか身につかないっていう現実があります。でジャネットさんみたいにやっぱタフでですね、いろんな人とコミュニケーションタフかは分かんないですけど、コミュニケーションがちゃんとできてっていう、そういうなんていうんですか、能力があるようなテスターだったら本来もっと全然給料高いお金をもらっていいと思うんですけど、そういうテスターになっていくためにどうすればいいのかと、どういうことをですね、単にトレーニングを受ければいいっていう問題じゃないと思うんですね。どういうふうになっていく、どういうふうに私たちしていくと変わっていけるのかなという、すいません、取り留めがないです。That's a very hard question. 難しい質問ですね。I said just hard. Just a hard question, yeah. Even in the U.S. and Canada, we have problems finding good testers. US でカナダでもいいテスターっていうのを見つけるのは難しいんです、実際には。But the testers who are reaching out and learning and getting better テスターの中でも勉強したりとかしてどんどんいいテスターになっていこうという人です。are in very high demand. でそういう人たちには高い需要があるんです。And with LinkedIn and Twitter and LinkedIn とか Twitter とかブログを書いたりとかして、it's a very small community, and you know who the good testers are. テスターのコミュニティ、小さいコミュニティがあって、誰がいいテスターかっていうのみんなそのコミュニティを知っている。リンクトインでつながっている。いいテスターはね。So you have to reach out. だから外に出てね、つながっていって。Read, show your ideas. 自分のアイディアを外に向かって表現する。So using Twitter and is one way to do that. ツイッター使うのも一つの手だと思います。Yeah. Individual learning. インディビジュアルラーニングって言いますけど、どう日本語訳していこう。自己学習。自己検査。You guys have access to the internet. みんなインターネットにつながってるでしょ。でも時間がないっつってんだよね。Yeah. No time. Yeah. So part of it is culture, organizational culture. 一つは文化かもしれませんね。今の話はその時間がないっていう人もいるかもしれませんけど、文化としてそういう。Allowing teams to learn, but I think it's more individuals have to step up to. 一人一人に学ぶ時間を与えるっていう企業、与えない企業、そういう文化もあるかもしれないけど、本当は一人一人の考え方ですよね。一人一人がその学ぼうと思ってるかどうかっていうことなんじゃないでしょうか。Use the hour and a half commute wisely. 通勤時間をうまく使うとか、例えばね。周りのね、プログラマーとか開発者、テスター以外の人たちがそのテスターを認めてあげるっていう、そういうカルチャーっていうか昔からあったんですかね。アメリカも昔はテスターっていうのはそんな大したポジションじゃなかったんだけど、だんだん良くなってるのか、
それともアメリカっていうのはもともとテスターっていうのはかなりできる人はちゃんと認められていたのか。Yeah, it took a long time. 時間はかかったんですけど、 With Agile, I think the testers have a more recognized role. アジャイルが起こってから、テスターはもっと認められるチームっていうふうになってきたと思う。 More equal value. もっと同じ価値を持ったものとして。 So I think that's part of the reason. And that's what she did too. Okay, thank you. Thank you very much. さっきのテストの話で言うとよく私がマイクロソフトさんの話で聞いた話で言うとテストが OK 出さないとリリースできないサービスが出せないそれはラムダとかいろんなことで彼らが学んでバグがたくさんあるものを品質を担保した人たちがを出さなければ社長が言っても出さないということに決めたと言ってました。なんでもともと低かったかもしれないんですけどやっぱり痛い目にあってそういうポジションを彼らが作ってきたってことだと思うのですいません今の現実を変える術は私じゃないんですけどなんですかねギルドを作ってですね革命を起こすしかやっぱりないんじゃないかとなんか思いました。はい、はい、じゃあ皆さん、ここでジャネットさんにちょっと声もあれだということなのでサインタイムということにしたいと思うんですがまず今日トークショーをやってくださいました、4人の方に拍手をお願いしたいと思います。